この前ね、広島に行ってきました。広島、そして広島の北にある北広島、そういう田舎に行ってきたんですね。皆さんは田舎と都会、どちらが好きですか？どちらに住みたいですか？僕は今東京に住んでいます。東京は人がたくさんいますね。そして楽しいところもたくさんある。田舎には人はあまりいない。自然がたくさんある。静かな生活をすることができる。二つともいいところ、良くないところありますね。皆さんはどちらを選びますか？選べるならどちらを選びたいですか？今回は日本に移住した人、その人に会いました。彼女の名前はキラさんです。彼女はアメリカに6年ほど住んでいました。それから世界のいろいろなところを旅して最後に日本に来たんです。そして日本で北広島で過ごしたんですね。そこで出会ったホストの人、日本人のホスト、その人がもしよかったら日本でビジネスをしないかい？そう言われて彼女はやります。そうやって日本に住むことになったんですね。そのビジネスというのは地域を活性化する。その地域に人を呼ぶ。そして、日本の体験をしてもらう。または日本への移住、日本に住みたい人、そういう人を助ける、そういうビジネスだそうです。僕はですね、彼女とコラボレーションの動画を作りました。インスタグラムだとかに載っているんですが、それは簡単な日本語で、僕が少し考えて北広島を紹介する、そういう動画を作ったんですね。そこでいろいろな反応がありました。その動画では、なぜあなたは田舎に住んでいるんですか？という質問をしたんですね。そしてキラさんが答える。その答えは、東京は良かった。京都美しい。でも人が多い。どうしてここに来ないの？北広島来て。そういう動画です。短いですね。そして僕は少しポエムのような形にしました。スクリプトを少し詩のような形にしたんですね。なぜなら僕のインスタグラムでは、簡単な日本語を使う、そういう動画をたくさん作っているんですね。でも本当に簡単な日本語だけだと、面白くない時が多いんです。教科書のようなシンプルな日本語。そこでどうしたら面白くできるだろう。そして思いついたのが、歌のようにする。ポエムのようにする。そういうことなんです。
なぜポエムなのかというと、僕は音楽をしているんですね。そして歌詞を書いている、曲を作っているんです。だから韻を踏む、ライムする、そういうことが得意です。例えば、人いっぱい、お腹いっぱい。これはライムではないですけど、同じリズム、同じ音を乗せる。なぜいない？君は来ない。そういうね、ライムです。面白いですね、と僕は思うんです。なので、今回の動画では、その面白い要素を足しました。だから、少し本当に伝えたいメッセージとか、本当のその人の性格、なぜそこにいるか、どうして田舎に住んでいるかということは少し変わりますね。しかも15秒ぐらいの短い動画では全然伝わりませんね。言いたいことは全然伝わりません。3分でも短い。10分でも短いかもしれない。ね。なので、短い動画というのは氷山の一角。たくさんある中のほんの少し。見ている人も突然出てきて、なんだこれ。よくわからないけど、コメントするとかね。見た3秒だけ見てコメントする。ということがよくありますね。何が言いたいかというと、実際にその人に会って話をしないとよくわからないことがたくさんある。そういうことですね。だからポッドキャストはすごくいいと思うんです。なぜならこうやって長い間話をすることができます。きっとね、このポッドキャストをたくさん聞いてくれているあなたは、OK さんはこういう考え方だ、こういうものが好きなんだ、そういうものが見えやすいですね。ただ1回2分の動画を見た人より1時間の動画を見た人、30分の動画を10回見た、30分のポッドキャストを10回聞いた、その人のことはなんだかわかるような気がしますよね。それで話を戻します。北広島に行きました。そこで地域の人の話もたくさん聞きました。地元の人、そこに住んでいる人、僕が出会った人は皆さん本当に温かい、優しい人が多かったですね。外国人、引っ越してきたキラさんを助けたり、ね。キラさんも他の人を助けたり、そういういい交流が生まれている、そういう体験でした。他にも街にいる人に僕は話しかけました。あるおじいさんがね、車に乗っていてご飯を食べていたんです。ご飯を食べ終わって休んでいた。なので僕はこんにちは、話しかけました。で、少しお話聞いていいですかとね。その人はなんと70歳なんですが、今も働いている。なぜなら年金ね、国からもらえるお金も少ない。
で、いつ亡くなるかもわからない。不安だ。だから今も病院掃除をして働いている。そういうことを言ってました。そしてその街の印象を聞きましたね。この街はどんな街ですかというと、この街は静かで自然が多いよ。何もないけどね。そういうことを言ってました。それで僕は、休みの日は何をしているんですかと聞いたんですね。そしたら、FX とか YouTube って言ったんですよ。YouTube は何を見るんですかって聞いたら、いや、見てるんじゃなくて、やってるよ。と言ったんですね。YouTube 仲間に出会えました。北広島の街で。で、彼は DIY のチャンネルをやっていると言ってましたね。物を作ったり、掃除機を直したり。で、どうですかと聞きました。そしたら、結構ね、人が見てくれて面白いよなんてね言ってましたね。ただチャンネルの名前は恥ずかしいから出さないでくれと言われました。なので出しませんが、なんだかびっくりしましたね。まさか話しかけた人が YouTube をやっているとは。でもよく考えると結構たくさんの人が YouTube をやっているかもしれませんね。僕もそうです。ね、あなたもやっていますか ?YouTube。ね。100人話しかけたら1人はやってますよね。いや、そんなにやってないかな。どうでしょうか。そしてその街に外国人は多いですかと聞きました。すると、結構いるよ。やっぱりアジアからの人が結構いると言ってましたね。日本の病院だとか会社で働いて数年間働いて、そして自分の国に戻って働く、そういうプログラムがあるんですが、そうやって来ている人が多いと言いますね。それで僕は考えましたね。田舎に人を呼ぶこと、これがいいことなのか悪いことなのか、いろんな意見がありますね。必要なのか必要じゃないのか。必要だという人の意見にはやはり人口が減っている、特に若い人が減っている。そうすると働く人がいなくなる、その結果町にお金がなくなって、病院だとかサービスができなくなっていく。必要なインフラがなくなっていく。そして最後には街がなくなる、そういうことがありますね。ただ反対の意見もあります。やはり人ね、その街じゃない人がそこに住む、そこによく思わない人もまだたくさんいます。まだというかたくさんいますね。その理由はね、いろいろあると思います。で、やっぱりその場所のルール、そこを守らない、そういうところだと思うんですね。やはり小さなコミュニティにはルールがありますね。ルールがあってお互い助け合ってやってきた、お互い理解し合ってやってきた、そういうところをやはり理解 していない、わからない人が来ると一緒に住むのは難しいですね。これは日本だけではありません。世界どこでも、どんな小さなコミュニティでもそうですね。なので外国人だけではありません。日本の都会から日本の田舎に住む、それは簡単ではないんですね。やはり
一番大きな問題は、そのコミュニティに馴染むことができない。うまくコミュニケーションをとって進んでいくことができない。それが大きな問題です。その問題を解決することができれば、とてもいいとは思いますね。ただその方法は簡単ではない。やはりそこのルールを学んで、そのルールに、沿ってそのルールを守りながら生きなければいけない。それは本当に時間もかかるし、心も大変ね、時間も使ったりすると思います。だからあまり考えずに済むということはお勧めできませんよね。本当に住むと決めたら、もう僕はずっとここに住むんだ。何年、何十年ここに住んで、ここの地域を守って、この地域を良いものにしたい。この地域を助けたい。そういう気持ちがやっぱり大事なんだろうなと思います。だから僕もね、地方、田舎に住みたいという気持ちはありますが、まだ住んでいません。なぜなら、まだその準備ができているとは思えないからです。いつかね、そういう場所を見つけることができるかもしれません。そういう場所を見つけないかもしれません。ずっと東京に住むことになるかもしれません。わかりません。ただ、言えるのは、そういった、地域を活性化する。そして人を呼び込んで、そこでお金を使ってもらう。そうすると、その地域のお店が助かる。それはいいことですね。また、しっかりとそのコミュニティのルールを伝えて、話して、ルールを守りながら観光する。地域の人と話す。それは本当に素晴らしいことだと思います。やはりね、あなたがそのコミュニティに何をできるか、あなたが何をもらうかじゃなくて、何を与えることができるかということを考えると、とてもいい関係性で、田舎に住むことができるんじゃないかなと思います。それでですね、実はドキュメンタリーのような動画をたくさん撮りました。彼女の48時間ずっと僕はカメラで撮りました。その動画をね、今作っています。で、これはこのチャンネルに上げるかはわからないんですが、とてもリアルな暮らしになるので、ぜひぜひまたここでお知らせしたいと思っております。はい。じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。またね、別のポッドキャストもあるので、ぜひ見てください。それではまた。